新卒3年目までに4つの仕事を体験した私が語る転職して良かったこと3つ。1つ目、創意工夫が活かせるようになったこと。皆さんは創意工夫と正確性が求められる仕事、どちらの方がお好きですか？私は小さい時から自分だけのオリジナルな作品を作ったりする創意工夫をすることが大好きだったんですが、一番最初の仕事では事務職に就いてしまいました。事務職って絶対自分だけの工夫とかしちゃダメですよね。ちゃんと決まりを守って間違いがないように計算したりしないといけない仕事だったので、私にとっては全然工夫ができなくてとっても辛い仕事だったんですね。なので転職をして自分だけの仕事、オリジナリティを出した仕事ができるようになってとっても楽しかったです。2つ目、お客様からの喜びの声が直接聞けるようになったこと。今、私は日本語教師をしているんですが、日本語の授業をした生徒さんから毎日先生の授業とっても面白かったですよとか、先生のおかげで日本語がわかるようになりましたとか言っていただけると、本当に授業の準備をしてよかったなですとか、仕事をしてよかったなっていうやりがいを感じています。自分がお客様と直接触れ合う仕事なのかどうかっていうのは、お仕事を選ぶ点で重要なポイントなのかなと思います。3つ目、同僚がいつも助けてくれるようになった。私が最後に入った会社だったんですが、同僚の皆さんが本当にとっても優しい方ばかりで、私がミスをしてしまった時も「ああ、そういうことあるよね」と言ってかばってくださったりですとか、私が仕事を終わらせられない時も率先して手伝ってくださったんですね。で、そういう皆さんに囲まれて、私も皆さんみたいな素晴らしい人間になりたいなっていつも心から思うようになりました。はい。今日は私が転職して良かったポイント3つ。創意工夫を活かせる仕事なのか、正確性が求められる仕事なのか。2つ目、お客様と直接接する仕事なのかどうか。3つ目、同僚の方々との人間関係。こちらを紹介いたしました。最後に、私が大学生だった時、就活をしていた時に、就活アドバイザーの方からいただいた心に残っている言葉をご紹介したいと思います。迷惑をかけちゃうって考えて可能性を諦めなくてもいい。チャレンジしてダメだった時はまた考えればいい。はい。私が最後に働いていた会社は仕事で高いロシア語能力が求められるっていうとっても難しいお仕事だったんです。それで私は全然ロシア語ペラペラとは程遠いレベルだったんですけれども、この就活アドバイザーさんの言葉を思い出して思い切ってこちらの仕事にチャレンジしました。そしてチャレンジして素晴らしいお仕事、素晴らしい同僚の方々に恵まれて、本当に楽しい仕事の生活を送ることができました。なので転職を悩まれている方、難しいお仕事にチャレンジしようかどうか悩まれている方は、ぜひ思い切ってチャレンジなさることをお勧めしたいと思います。皆さんが考えられる良い職場の条件とは何ですか？よろしかったらぜひコメント欄で教えてください。では今日もありがとうございました。